はい、皆さんお疲れ様です。ゾウリと申します。トリックロジック、続きやっていきたいと思います。まあ、キプレイなんでね、サクサクプレイでいきたいと思いますので、もうすでにひらめきは長所はしております。犯人はいつどこからフィギュアを盗み出したのか。それを説明するひらめきを一つ答えよ。犯人は前回の霊界後に扉から盗んだ。問いに、犯人の犯行について説明する上で必要なひらめきを2つ答えよ。3週間前の霊界の後に南京錠を注文した。トイレに行くときに南京錠をすり替えた。っていくともうこの次はもう犯人の名前が出てきちゃうんでね。が犯人です。じゃあ。検証開始。今回の事件の被害者は宮本学。彼は自宅の蔵に保管していたフィギュアの盗難被害に遭った。毎週開かれる定例会を始めようとして蔵に入った時、盗まれたことに気がついたという。蔵には最高用の開口部があるものの、格子戸がはまっていたため出入りできるのは入り口の扉だけだ。しかし扉には頑丈な南京錠がかけられていて、宮本以外が開けることはできない。また霊界中は宮本が持ち物検査を行うためにフィギュアを盗み出すことは不可能である。では犯人はいつどこからどうやってフィギュアを盗み出したのか。これがこの事件の最大の謎だ。これからこの謎について検証していきたいと思う。検証ってズバッと犯人を名指ししないんですか？事件には多くの謎が隠されている。一つ一つの謎を解明することで初めて唯一無二の犯人と真相が見えてくる。事件に隠された謎ですか。ああ、まずこの点についてはっきりさせておこう。犯人はいつどこからフィギュアを盗んだのか。蔵からフィギュアを外に出すことができるのは扉以外では開口用の開口部がある。しかし開口部には格子戸がはめられていた。フィギュアはガラスケースに入ったまま盗まれていたが、開口部からケースを出すことはできない。そう考えると必然的に入り口の扉から盗み出す以外方法はないということになる。そこでこのひらめきを思い出してほしい。犯人は前回の霊界の後に扉から盗んだ。前回の霊界の時、宮本はフィギュアがあったことを確認している。また霊界中は蔵を出るときは必ず持ち物検査を行うことからフィギュアを盗むことは不可能となれば、やはり犯人は前回の霊界が終わった後扉から侵入して盗んだと考えられるだろう。でも扉につけられた南京錠はかなり頑丈なもので細工された様子もなかったんですよね。鍵は全て宮本さんが厳重に保管してますし、南京錠を開けてフィギュアを盗むことなんてできるんですか？できたからこそフィギュアはなくなってたんだ。南京錠は宮本の手によって1週間前と事件当日の2回開錠されている。犯人はその間にフィギュアをまんまと盗み出した。それを踏まえてこれから犯人が南京錠を開けた方法を説明していこう。考えていきたいのが今回の事件において重要な鍵となる南京錠についてだ。今回の事件の重要な鍵となる南京錠。なるほど、鍵だけに南京錠ってわけですか。そこは感心しなくていい。まず南京錠について宮本の証言を思い出してほしい。赤車のこの部分だ。
この宮本の証言の中で重要なことは2つ。まず1つが、南京錠を取り寄せるには注文してから最低10日はかかるという点。そしてもう1つが、南京錠を使い始めたのは3週間前の霊界の時からという点だ。この2つの点から導き出されるこの2点から導き出されたのがこのひらめきだ。3週間前の霊界の後に南京錠を注文した。3週間前の霊界の直後に注文すれば10日後、翌々週の霊界の前には届いてるはずだ。つまり前回の霊界の前に宮本と同じ南京錠を手に入れるチャンスがあったということだ。同じ形の南京錠が2つですか。紛らわしいですね。しかしそれぞれ鍵は違うわけだろ。片方の鍵を持っていてももう片方の南京錠を開けることはできない。宮本の南京錠は宮本の持っている鍵でしか開かないというわけだ。確かに解錠することはできませんね。施錠することはできても。施錠することはできても、普通のドアの鍵は施錠するときも解錠するときも鍵が必要になります。しかし南京錠を施錠するときは金具をはめ込むだけでいい。鍵が必要とないということは、施錠することなら誰にでもできるということです。しかし施錠ができても扉は開かないよ。そうですね。そうですよ。まったく意味のないことを言わないでくれ。まさか同じ南京錠を注文したこと自体意味のないことだと言い出すんじゃないだろうね。意味のないことを言ったつもりはありません。前回の霊界の時、同じ南京錠が2つ存在したことはもちろん事件に関係しています。ではここで先ほど問題になったある謎について考えていきましょう。犯人が前回の霊界が終わった後扉から侵入したものだとしたら、犯人はどうやって南京錠を解錠したのか。入り口の扉から侵入したのであれば、犯人は南京錠を解錠したことは間違いない。では犯人は誰の南京錠を誰の鍵で開けたのか。誰のって宮本さんの南京錠を宮本さんの鍵で開けたんじゃないですか。それとも犯人は鍵を持っていて自分の鍵で宮本の南京錠を開けたのかね。そうでなければ自分の南京錠を自分の鍵で開けた。これでどうして蔵の扉が開くのかね。知らないですよ。あくまでも可能性の話です。それなら逆に自分の南京錠を宮本の鍵で開けたとかどうかね。何のためにですか。知らんよ、そんなことは。あくまでも可能性の話だ。あ、それとも前回の霊界の後、南京錠はちゃんと施錠されてなかったんじゃないですか。それなら犯人が忍び込んでその後施錠すれば、盗んでまるで何事もなかったように見えるということかね。どうなのかね、吉川君。犯人は誰の南京錠を誰の鍵で開けたのかね。当然ですね。犯人は犯人の南京錠を犯人の鍵で解錠したんだ。普通ですね。普通すぎるよ君。そんなのは当たり前のことじゃないか。その当たり前のことをして犯人は蔵に侵入したわけです。そもそも宮本が購入した南京錠を宮本以外の人物が開けることは不可能だった。3本ある鍵は宮本が厳重に保管していた上、鍵を複製することはできない。犯人が宮本の南京錠を解錠できたはずがない。となれば犯人は犯人の南京錠を犯人の鍵で解錠したということになる。犯人の南京錠を犯人が解錠できることは分かりますけど、それでどうやって蔵に侵入できるんですか。宮本の南京錠がかかってるはずの蔵に犯人は犯人の南京錠を解錠して侵入した。これが意味することがわからないだろうか。宮本の南京錠と犯人の南京錠はすり替えられていたということだ。すり替えられていた？
だからこそ犯人は犯人の南京錠を犯人の鍵で解錠することができ、蔵に侵入できたんです。待ちたまえ。すり替えられていたら宮本だって気づくだろう。南京錠は宮本の手によって1週間前と事件当日の2回解錠されていると君が言ったんだぞ。解錠だけじゃなく1週間前の前回の霊界の後に宮本の手で施錠されてるんだ。すり替えに気づかないはずがない。いいえ、宮本がすり替えに気づくはずはありません。どういうことかね。順にご説明しましょう。宮本がすり替えに気づかなかったのはなぜか。さっきの検証の結果を思い出してもらいたい。3週間前、南京錠がつけられた霊界のすぐ後に同じ南京錠を注文したら、前回の霊界までに宮本と同じタイプの南京錠を手に入れることができた。犯人は宮本とそっくりな南京錠を持っていたということだ。当然同じタイプの2つの南京錠をすり替えたところで誰も気づくことはないだろう。そしてもう一つ思い出してもらいたいのが、南京錠は施錠することだけなら誰にでもできるということだ。すり替えられた犯人の南京錠を宮本は施錠することができた。だからこそ前回の霊界が終わって南京錠を施錠するとき、宮本は自分の南京錠が犯人の南京錠にすり替えられていることに気づかなかった。宮本はすり替えられたことも知らずに犯人の南京錠で蔵の扉を施錠したんだ。なんとなるほど。いつもと同じように南京錠を施錠しただけなら違和感があるはずないですもんね。南京錠だからこそできたトリックだ。普通の鍵であればそもそも錠前を丸ごとすり替えることなどできなかっただろう。ということは犯人は前回の霊界中に南京錠をすり替えられた人物ということか。そんなの容疑者全員じゃないか。いいえ、南京錠をすり替えることができたのは犯人だけです。それをこれから証明していきましょう。まず犯人は具体的にいつ南京錠をすり替えたのか。まず赤車のこの部分を思い出してほしい。宮本は南京錠を解錠した後、そのまま外扉の金具に引っ掛けた状態にしている。つまり霊界中南京錠をすり替えることはいつでもできたということだ。この事実から導き出されたひらめきがあった。犯人が南京錠をすり替えたタイミングについて説明している。このひらめきだ。トイレに行く時に南京錠をすり替えた。外扉に引っかかってある南京錠をすり替えることができるのは霊界が始まった後、誰も見てないところで南京錠を触れることができるタイミングだ。トイレに行くときは蔵から出て母屋まで行く必要がある。南京錠をすり替える時間は十分にあっただろう。しかし蔵から出るときに持ち物検査があるだろう。そっくりな南京錠を持っていたらバレてしまうんじゃないかね。あらかじめ外に隠しておいたんでしょう。そして蔵から出たときにそこの隠しておいた自分の南京錠と宮本の南京錠をすり替えた。確かに宮本も蔵の中のことは注意払っていても外にまで気をつけないだろうしな。ではここで犯人の取った行動をまとめてみましょう。犯人は3週間前蔵に南京錠を取り付けられた霊界の後、宮本と同じタイプの南京錠を注文した。それから10日後に届いた南京錠を持って前回の霊界に参加した。南京錠は霊界が始まる前にあらかじめ外に隠しておいた。霊界が始まると犯人はトイレに行くふりをして蔵の外に出た。そして隠していた南京錠と宮本の南京錠をすり替えた。宮本の南京錠は解錠された状態で外扉の金具に引っかかっていたのだから簡単なことだ。それから今度はすり替えた宮本の南京錠をどこかに隠しておいて蔵の中に戻る。霊界が終わって
宮本はフィギュアを確認していつものように南京錠を施錠した。南京錠が犯人のものにすり替えられたことも気づかずにな。そして犯人はみんながいなくなった後、蔵に戻り、自分の鍵で自分の南京錠を解錠した。あとはフィギュアを盗み出し、再び元のように宮本の南京錠を扉の金具に引っ掛けて施錠すればいい。こうして今回の霊界で宮本が自分の南京錠を解錠して蔵を開けた時、フィギュアはすでに犯人に盗まれた後で影も形もなかったというわけだ。つまり犯人は前回の霊界の時にトイレに行った人物か。あれ？でも待ってください。すり替えるだけなら南京錠に触れる時間はわずかな時間でもいいわけですよね。だったらトイレに行く時以外でもすり替えられるんじゃないですか？確かにすり替えが可能なタイミングはいくつか考えられるだろう。しかし犯人は特定するために他の条件を考えた時、そのタイミングは一つだけだ。犯人を特定するための他の条件？では最後の検証に進もう。犯人を特定する条件とその条件に当てはまる犯人は誰なのか。まず犯人を特定するために条件についてはっきりさせておこう。条件は2つある。前回の霊界でトイレに行った人と、3週間前の霊界に参加した人。犯人はまず前回の霊界でトイレに行き、南京錠をすり替えることができた人物。そして3週間前の霊界に参加していた人物だ。南京錠は3週間前の霊界で取り替えられていた。そして南京錠の注文にかかる日数は最低10日。もし3週間前の霊界に参加しておらず、次の週の霊界に南京錠のことを知っていたら、南京錠を手に入れられるのは2週間前の土曜から10日後。つまり7日後に開かれた前回の霊界に南京錠を持っていけたはずがない。前回の霊界の前に南京錠を手に入れることができるのは3週間前の霊界に参加した人物だけだ。では前回の霊界で南京錠をすり替えることができた犯人とは誰なのか。前回の霊界中トイレに行ったのは司くんと太田の2人。そのうち司くんは前回初めて霊界に参加した。そのため3週間前の霊界の後に南京錠を注文することはできなかった。また前回の霊界で最後に蔵に入った人物も南京錠をすり替えるできた可能性はある。しかし最後に入った根岸は3週間前の霊界に参加していない。司くんと同じく南京錠を手に入れることができない。つまり犯人は太田。彼以外に考えられない。検証終了。吉川君、どうやら君の推理に間違いないようだ。警察官の端くれとして情けない話だが、こんなトリックが隠されていたとは全く気がつかなかった。しかし驚いたね。言ってしまえばこれは平凡な窃盗事件。それなのに君の目は獲物を狙う鷹のように鋭く真剣そのものだった。窃盗だって立派な犯罪ですよ。許すわけにはいかないでしょう。ありがとうございます。本当に助かりました。もしかして吉川さん、現世ではそっち系のお仕事だったんですか？刑事とか探偵とか。いや、まあそうだな。似たようなものだ。とにかくありがとうございます。いや、このまま犯人されてしまうかと一時は冷や汗ものでしたけど、やっぱりできる男は一味違いますね。できない男で悪かったね。それはそうと、そこに光の輪っかが現れてるんだが、あれは何かね。
お二人がここに来た時に現れた光と同じもの。おそらく現世につながってるんでしょう。なるほど。半信半疑だったが、ちゃんと元の世界に戻してくれるんだな。では、失礼させてもらうよ。感謝する。これで事件はすぐにも解決するだろう。吉川さん。聞いていいですか？なんだ。ずっと続けていくんですか？このお仕事を。しばらくはそうなるんだろうな。なんせこれが初仕事だから。なんていうか、すごいですよね。死んでからも人の役に立つ仕事ができるなんて。死んでから。本当は死んでるわけじゃないんだが、まあどうでもいいことだな、彼女には。きっと現世の吉川さんも人のために働くいい人だったから、閻魔様は吉川さんにこの仕事を任せたんですね。本当にありがとうございました。じゃあ私もこれで。アカシャか。現世で起こった全てのことが記されているなら、おそらくあの事件の記録もここに。なかなか良かったぞ。それはどうも。次は。せかすなよ。お前には見どころがある。もっと難しいアカシャも解いてくれそうだ。いい物件が出るまでちょっとだけ待っていてくれ。一つ確認したい。このアカシャというのは現世で起きた全ての出来事が書かれているんだったな。その通り。現世では犯人が見つからずに未解決のまま忘れられた事件もある。その記録ももちろんあるとも。アカシャにはどう書かれている？未解決の事件の犯人はアカシャの中でははっきりとわかるのか？アカシャは漏らさず記録しているはずだ。たとえお前の世界で未解決であっても、こっちでは正しく裁きが下される。ということは、ここのどこかにあの事件の真相が。はい、以上が、盗まれたフィギュアの、回答編というか真相ですね。それではまた。